こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は伊野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ伊野さんについて自己紹介をお願いします。伊野と申します。建築の設計事務所で社員をしております。あと個人で設計のほかグラフィックデザインだったりイラストだったりとかデザインに関する仕事をしています。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、ワンルームということで、だいたい平米数だったりお部屋の広さ何畳ぐらい？広さでいうと10畳ぐらいで24平米ぐらいですかね。はいはいはい。というわけでかなり西洋っぽい雰囲気のそれこそ絵画だったり結構独創的な結構アイテム世界観がかなり強いと思うので、ちょっとそのあたり詳しくお話深掘りできればなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは玄関から紹介をしていただきたいなと思います。はい、まず玄関なんですけど、こだわったポイント何かありますか？こだわったポイントはうちワンルームで玄関の扉開けた瞬間にお部屋になっちゃうので、一つ、仕切りというか空間を分けるようなところが欲しいなと思って仕切りを作ってます。この仕切り自体はガラガラっと動かせるような仕切りになっているので、自分で位置を決めてっていう感じですかね。というわけで、じゃあちょっと細かいまたアイテムのお話も聞いていきたいんですけど、まずこの玄関入って左手側、この名作チェアありますが、改めてこれは何という椅子ですか？ファントンチェアっていうもうよく見るやつだと思うんですけど、実はこれはいただき物というかで、この同じマンションの住人の方が引っ越すタイミングでたまたまその外を通りかかった時に引っ越すんで処分するんですけどどうですかって言われて、すごいですね、その話。これですね。お家に2脚ありますもんね。2脚いただいて、すごいタイミングですねそれ。ちょうど欲しいなと思ったら、ちょうど手に入った感じですね。あとは奥にはすごいちょっとまたヴィンテージっぽいこの照明ありますが、実はこれ IKEA で今も普通に発売されてる。へー、はい、来てもらった方とかにはよく話題にしてもらえるんですけど、15,000円ぐらいで買えるもので、あんまり他で見ないような形なので、これを選んだって感じですかね。確かに IKEA っぽくないというか、雰囲気もすごい合ってますね。この曲線がすごく好きで、確かに。あとは後ろにはこれはポスターですか？すごい好きな絵でクリムトの接吻っていう絵画のポスターになります。小さい頃からうちの母がですねクリムト好きで家に飾ってて、それでその画家を好きになったっていう感じなんですけど、やっぱりこの絵が一番好きで玄関で一番見やすいところに置いてるっていう感じです。あとはこの下にはラグですね、が敷いてありますが、下のラグはウニコのラグで、オレンジとこのヘビのモチーフがすごい可愛いなと思って一目惚れして買ったやつです。そしたらじゃあ今度また、右手側ちょっと行こうかなと思うんですけど、ここのディスプレイ、まずこのフレームというか、ここは今どういった形でこれついてるんですか？これ両面テープで実はついているとかつけたもので、工業用のアルミのアングルを裏側に強力な両面テープをつけてディスプレイにしてるっていうような形で作ってます。ここは結構お気に入りのそれこそアートブックとか、そうですね、そういったものを置かれてるって感じですかね。この絵とかは自分で作った絵で、この3つはよく使う香水のアトマイザーを置いてます。こっちは香刈祐介さんっていう建築系でプロダクトを作るようなパテ材とかでプロダクトを作る人なんですけど、その人の2021年版とかのカタログですね。すごく可愛いのでここに置いてます。それこそこの下のこういうアクセサリーを引っ掛けてる、これもご自身でまた付けられたんですか？これはコンクリート用の
穴のところに入れられる金具なんですけど、はいはい、こう回あって取り外しができるようあ、はいはいはい、なものをつけてます。すごいこういった感じで、これでご自宅出発される前のものとかをここに置いてるって形なんですね。そうです。はいはい、わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあこのままちょっと中の方、リビングの方にね、ちょっと向かってちょっと紹介をしていただきたいので、ちょっといいですか、中に案内してもらっても。リビングのこの手前側ですよね。この左手側、ここ今このカーテンで仕切られてるこちらは何ですか？これは中にクローゼットになってるんですけど、おお、はいはいはい。こんな感じで、普段はここ閉じていて、使うときは開けるような形をとってます。先ほどのこの枠がついている稼働する壁をこううまいこと調整してスペースを作ったような感じです。この今クローゼットのこのフレームはここも可動式というかあれですよね。そうです。この部屋の向こうにもこちら側にも行けるような仕組みになってます。すごいですね。もともとここフローリングだったんですけど、こうフローリングが好きじゃなかったので全部フロアタイルを上張りしていて、そのタイミングでこの稼働させるための溝の部分を全部埋めちゃったので、もう動かないです。なるほどね。これってもともとあれですか、設備としてついてたものですか？そうです。これで分けることができるワンルームみたいな感じでセンターに出ていて、他で見たことがなかったので、ここの物件を決めたこう一つの理由でもあります。わかりました。そしたらじゃあちょっと今度は中の方、リビングの方にちょっと紹介していただきたいなと思います。こちらがだいたいスペース的にはここが10畳ぐらいになるんですか？部屋全体で10畳で、ここがだいたい7畳ぐらいのスペースになります。まあこの部屋もかなり世界観が強いお部屋だと思うんですけど、このお部屋こだわったポイントとか何かあればちょっと教えていただきたいんですが、ありますか？そうですね。好きなものしか置かないっていうのをコンセプトとして決めていて、特に私は好きな画家が何人かいるんですけど、その画家の絵というかを飾っていくのをベースに部屋を作ってます。じゃあちょっとまたここからも細かいアイテムの話を聞いていきたいなと思うんですけど、まずじゃあちょっと手前側から、こちらが、ディスプレイのスペースですね。はい、ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。じゃあちょっと上の時計からお尋ねしたいんですが、これはどちらで購入されたものでしょうか？これはですね、実は購入したものではなくて、私が前の会社を退職するときに同じその設計事務所のメンバーが買ってくれた陶器の時計になります。ですごく可愛いのでここに使わせてもらってるって感じですね。あとは、下の方にちょっと行こうかなと思うんですけど、左側の方にこれ香水ですかね、真ん中にあるのは。そうですね。これはディプティックの香水で、バラの香りの香水なんですけど、3年ぐらい前に見つけて香りがすごく好きで結構愛用している香水になります。基本はこのメインの香水としてこちらを使われているという感じですか？そうですね。ちょっと向こう側の香水に浮気したりもするんですけど基本はこっちを使うことが多いです。あとはそのお隣か、こちらもイームズプレイングカードって書いてありますが、これは何ですか？これはトランプで、表参道のロマで購入したトランプなんですけど、独特なデザインをしていて可愛いですね。購入しちゃいました。パッケージが可愛いのでそのまま飾ってるような感じですね。置いてても、みんな多分食いつきますよね。わかりました。あとはそのお隣には時計がありますが、こちらはどちらのものですか？この時計は、一世三宅と吉岡徳仁の、時計になります。で、数年前のからずっと使っている時計なんですけど、実はもう一個色を持っていてもともとはこの色を持ってたんですけど、新しくちょっとオレンジ系というかちょっと
ピンクがかったようなこの色も綺麗だなと思って追加で購入したものです。うんうん、この一世三宅のシリーズいいですよね、時計めちゃくちゃ可愛いですね。あとはじゃあちょっと下の方、ここには結構大きなポスターグラフィックがありますが、これはどちらのものですか？これは、バンハウスのものなんですけど、海外のポスターをたくさん扱ってるショップがあって、そこで購入したものになります。うん、これは写真ですか？そうです。写真をこう加工したようなポスターですね。うん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 、結構バウハウスはお好きなんですか？そうですね。やっぱり建築を学ぶ身としては押さえておかなきゃいけないなそうですよね。ところですね。はい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 、わかりました。ありがとうございます。続いてじゃあベッド周りちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい、まずこちらは何といってもこの大きな絵画がここにありますが、はい、これはどなたの作品ですか？これは、フレデリック・レイトンっていう画家のサイモンとイフィゲニアっていう作品なんですけど、すごく色味とこの布の質感とすごく綺麗で、昔から大好きな画家だったので、引っ越したタイミングで購入をしてっていう感じです。うんうんうん、なんかこういう西洋の絵画、すごい高いイメージがあるんですけど、その辺とかっていかがですか？実はこれ絵画っていうよりはレプリカのもの、ポスターみたいなものなので、これ自体はそんなに値段は高くなくて、はいはい、どっちかっていうとこの額の方がなんかそうですよね。割とするっちゃするかなっていう、このサイズ感の額って既製品にないので特注することになって、自分で額専門店に行って額のフレームを選んで特注するので、それなりに値段はかかってくるっていうのはありますね。ありました。あとはこのベッドフレームの頭の上から置いてある、これもまた香り系のアイテムですかね？そうですね。これはシャネルのものなんですけど、寝る時だったりにこう香りをつける時に使うものです。すごくいい匂いでよく眠れるので、寝る前に枕元とか掛け布団にかけたりとかしてます。これはちょっと言葉で表現するの難しいかもしれませんが、どういった香りが？そうですね。ローズ系の香りで、あんまりメンズっぽくない香りというか、メンズっぽくもレディースっぽくもない香りっていうのが好きで、そういう香りをよく使ってます。わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあまたその奥の方にある、照明ランプがあると思うんですが、このランプはどちらのものですか？これは、バルミューダのランプとスピーカーが一体になっているものなんですけど、アレクサと連動させて立体音響的にこの洗面のところから音が出て、すごく音がいいので使ってます。これは友達に誕生日に送ってもらったものです。わかりました。ありがとうございます。続いてそうですね、こちら側、ここは、またディスプレイというかねのスペースということで、ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。まずこの手前側にあるこのブロックのこのディスプレイ棚というか、どういった感じで今3つ並んでるんですか、このブロックは？これはですね、これも工業用の資材というか、外部の排水のところに使ったりする排水マスって言われるものなんですけど、それをホームセンターで3つ買ってきて、それをこう重ねてるだけっていうような形にしてます。1個1200円ぐらいなので、かなり安くて他ではなかなか見ないようなデザインを作れるので気に入ってます。この辺は結構アートブックとかもたくさんありますね。そうですね。アートブックでいうと1990年代ぐらいまでの反ユーゴスラビアっていうところのモニュメンタルな建築を集めた作品集なんですけど、機能を別にした建築というか、象徴的なものを集めてるような建築で、すごく刺激的な作品が多いので、この見たりしてます。なんかちょっと彫刻っぽい作品というか建築ですね。
その下とかはまたこれ建築とは違う結構本アートブックですか？この下のやつはサイン計画だったりとかを参考に見ることが多いんですけど、ここデザインに凝ったサインなんかをたくさん載せてるので、こういうのを見ながらこうアイデアを膨らませたりしてます。あと本自体の作りが好きです。確かにすごい綺麗ですね。色味とこの紙の質感がすごく好きで買っちゃいましたね。わかりました。ありがとうございます。あとはそのお隣には、こういうまた香り系のものもここは一体たくさんありますが、そうですね。この辺はちょっとじゃあまた順番にどういったものなのか紹介していただいてもよろしいですか？香り物でいうとこのロエベの香水が2つ、あって、仕事の時なんかによく使うのはこの2つですかね。でその隣にあるのがビュリーの、ビュリーのボディオイルか、を置いてます。ジャケが可愛くてもう飾っちゃってるんですけど、確かにもう部屋にめちゃくちゃやっぱ好みって出ますね。そうですね。手前のももこれも実はここのゾーンはほぼ私自分で買ったものなんか多くないですか？私友人がすごくセンスがいい人が多くて、確かにもらったものばっかりなんですよ。すごいですね。なるほどね、わかりました。あとまたこれ照明は先ほど玄関でも登場したIKEA の照明と同じタイプですか？これそうですね。これも IKEA の同じシリーズのもので、スタンドライトというか、デスクライト用のものになります。あとはそのお隣に行きましょうか。ここもまたお隣は大きな絵がありますが、これはどなたの作品になりますか？先ほどのベッドスペースのところにもあったフレデリック・レイトンという同じ画家の「クレナイア」っていう作品の絵になります。この時代の古典主義って言われる時代の絵がすごく好きで、その中でも一番好きな画家がフレデリック・レイトンっていう画家なので、この絵を飾っています。わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあまたその右隣にある、これは空気清浄機なんですかね？そうです。これはコーエイっていうところなのかな、の空気清浄機で、一般的な空気清浄機のフォルムというかデザインがあまり好きではなくて使ってなかったんですけど、この子はすごく可愛くて、ここもディスプレイとして使っちゃってます。ここもワンポイントでオレンジというかね入ってますが、これは実は自分で貼ったもので。すごいですね。はい、中川ケミカルっていうところのそのシートの会社があるんですけど、そこの会社さんの、シートを使ってオレンジでワンポイントアクセントを入れてます。わかりました。ありがとうございます。あとは、そのまたお隣にあるオブジェがありますが、こちらは、7歳っていうところのブランドの椅子なんですけど、ディスプレイ系の廃材なんかを使ってこうリメイクして新しい家具を作るみたいなことをやってるブランドで、そこの新しい新作のもので大理石調のマテリアルがこうついてるようなものがあったので購入したものです。わかりました。ありがとうございます。続いてじゃあまたこちらもちょっとディスプレイということで紹介をしていただきたいんですが、ここはハイチェアだったりハイテーブルっていうのがあると思うんですが、これはどちらのものですか？これはヘイのハイチェアとハイテーブルですね。今はちょっと部屋の広さをこう間違えた節があって完全にディスプレイのスペースになってるんですけど、デザインはすごくかっこよくて好きなアイテムですね。また引っ越したらその時に考えようかなと。あとはこの奥にこちらもすごい重厚感のあるこのミラー、これもすごい大きなサイズですね。そうですね。これは、高さが2メーターで
幅が1メーター20センチある鏡なんですけど、もう何十年前かのヴィンテージの鏡で、多分もうどこにもないぐらいのものだと思います。これフレームは何の素材で作られてるんですか？このフレームが、木で作られていて、木を掘って多分作っていて、その上から塗装をかけてるんだと思います。はいはいはい。あとは、この奥にある照明はい、についてもちょっとお尋ねしたいんですが、奥の照明も、IKEA の照明で、これが1万8000円ぐらいかなで購入したものなんですけど、IKEA っぽくないじゃないんですけど、見ない形で可愛いので購入しました。あとあれですよね、この部屋のところどころに間接照明だのオレンジの照明とかも結構取り入れてらっしゃいますよね。そうですね。ただこのオレンジは全部自分でやってるというか、こうへいうー。シートを使って光の色味を変えるようなことをしています。例えばそのさっきの IKEA の照明でいうと、キャンドルが置いてあるところの照明のところも元々の光の色のところよりもオレンジになってて、そこもシートを貼っています。例えばここもそうなんですけど、シートを乗せるだけで変わるっていう。わかりました。ありがとうございます。あとはじゃあそしたら今度は隣ですね、行こうかなと思うんですけど、こちらが、作業スペースということで紹介をしていただきたいなと思います。こちらのスペース、まずこのデスクからちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、これはどちらのアイテムですか？これも IKEA の天板を使ってます。IKEA の天板と可動の足と、これは別の通販のサイトで買った自分で組み立てるタイプのスチールラックを足として利用してます。これ確かにこう片方こうやって収納で使えると便利ですよね。そうですね。うち本がすごくこう多いので、これをこううまく置ける場所がないなっていうところで、これを使うような形をとっています。確かにここもアートブックがかなりたくさんありますが、はい、この辺のアートブックはなんかどういったカテゴリーのものが多いですか？そうですね、カテゴリーはあまり分けてはいないんですけれども、どれもその自分が関わるデザインというかにこう服したものが多いですかね。やっぱじゃあ建築とかインテリアとか。そうですね、建築とインテリアとファッションなんかのものが多いかなっていう感じです。なんか中でも好きなこの辺のものだとピックアップできそうなものとかありますか？最近買ってよかったのはこのスペースエイジインテリアってやつはすごくいい本でした。スペースエイジの時代の家具がすごく好きなんですけど、なかなかこう自分の部屋に反映するのが難しいっていうところで、なかなかサンプルが取れないので、こういうのでデザインを見ながらいいなって思いながら作ってますね。確かに毛並み的には結構欲しい家具とかも見つかりそうですね。そうですね。はい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 。あとはまたちょっとデスク上戻るんですけど、PC ケースですか？これは。これはついこの間購入をした PC ケースで、航空機が中に入っていてパソコンここできるやつなんですけど、なんかデザインがすごく可愛くて購入したものです。確か4000円ぐらい。すごいお手頃ですよね、値段も。はいはい。あとはなんか後ろにもこれは数字が書いてあるアートブックというか、またこれは何ですか？これはパレットミニっていうシリーズの本なんですけど、こうナンバーがついていて、そのナンバーごとにこうテーマがまとめられたこう作品というかプロダクトがまとめられている本になります。結構コレクションするのが好きで、こう何個かシリーズがあるとこう集めちゃうみたいなところがあって、まだ全部揃いきってないんですけど、これからあと何冊か増えていくかなっていう感じですね。わかりました。あとはじゃあそのお隣、こちらはプロジェクターですかね？そうです。これはネビュラのプロジェクターで、結構こう小型で画質もそれなりに良くて、Bluetooth で連携ができるので、よくベッドスペースなんかでこう
映画を見たりとかするときに使ってます、うんうん、どうですか、見心地というか。非常に快適で、寝る前とかつけとくともうそのまますやっと眠れるような感じですかね寝る前に使ってるんですね。寝ながら見るのがすごくああ、はい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 、分かりました。あとはじゃあそのお隣、こちらデスクライトですかね。これも実は IKEA なので、ほうほうほう、うちの照明はもうほぼ全て IKEA と言っても過言ではないものなんですけど、これはポータブルのライトで、こう中にこう電池式で動くものなんですけど、ここにまたシールを貼ってて、光の色をちょっと自分で変えれるようにしています。はいはいはい。便利ですね、シール。結構対応しちゃってますね。対応してますね、すごい。はい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 。わかりました。あとはこのデスクチェア、はい、こちらもちょっとお尋ねしたいんですけど。こちらも IKEA なんですよね、実は。あ、そうなんですね。はいはいはい。IKEA のトービアスっていうチェアで、この透明なこのフォルムとこの足の形が好きで、引っ越してきた時に買ったものですね。どうですか、座り心地とかは。あまり正直いいとは言えないんですけど、あ、そうなんですね。絶賛オフィスチェアを今検討中で、おうおうおう。在宅の仕事がすごく多いので買い替えようかなって思ってるところです。そしたらじゃあまたちょっと今度隣のスペースに行こうかなと思うんですけど、こちらがキッチンスペースということで、キッチンもすごい広いスペースですね、ここも。そうですね、一人暮らしのスペースにしてはかなり広めで、1メーター80センチの横幅があるので、かなり大きいです。持て余してる感がすごくあるところですね。どうですか、普段お料理とかされますか？最近やっとするようになったので少しずつ揃え始めてはいるんですが、生活感を出すのはあまり好きではなくて、極力ものというか雑多なものを置きたくないなっていう気持ちでセーブをしてます。この辺だとそれこそここもフライパンだったりポット、こちらも全部色味合わせてらっしゃいますけど、フライパンが、レミパンのフライパンで、今おそらく売り切れか廃盤になってるオレンジのものなんですけど、このオレンジと薄いベージュの色がすごく可愛くて必死こいて探してオークションサイトで新品を探して購入した。すごいですね。はいはいはい。このポ隣がットもそうですよね。隣のやつがデロミのすごい昔のものなんですけど、これも写真を見つけて絶対この色が欲しいと思って血眼でオークションサイトを探してなんとか見つけたみたいなやつです。それこそその右隣の給湯器か、ここも全部オレンジのこのシートで、はい、これもシールで貼っていて、色がいまいちだったので上から貼っちゃいました。でもこれ結構貼るだけでだいぶこう生活感というかなくなるもんですね。そうですね、私も実験的にやってみて感じたこととしては、やっぱり色を一つ入れるだけで全然イメージ変わるなっていうのが分かりました。これいいですね、すごい真似もしやすいですね。簡単に剥がせるので、賃貸でもやりやすいのかなと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、ということで伊予野さんの狂気的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、この部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお家ですかみたいな、ちょっとそんなとこお聞きしたいんですが、いかがでしょうか？好きなものに囲まれた生活っていうのを心がけていて、気に入ったものしか置かないっていうのがコンセプトかなと思います。結構こう最近僕らで紹介するお部屋でも珍しいというか、割とこう西洋のカルチャーというか、そういうのは割とお好きとか、ちょっとクラシックっぽい感じですよね。そうですね、結構好きで、絵画とか美術とか博物館とかそういうものが好きでよく通ったりするんですけど、やっぱりいろんなものを見て自分の部屋というか空間の中にも入れたいなっていうところから、こういうコンセプトが生まれたのかなっていう気がしてます。それこそ結構お部屋の家具とかすごい買うの難しそうなんじゃないかなとか、なんとなく思うんですけど、
かなり厳選したというか、自分の中では選んで、これだったら置いてもいいかなっていうのはシミュレーションして買うようにはしてます。ただもうちょっと家具を増やすにはスペースが足りないので、ちょっと頭打ちかなっていうところはありますね。ちなみにそれこそそういうよくチェックされるブランドとかショップ、また最近なんか気になってるなんかお店とかなんかそういうのありますか？そうですね、私が最近よく見るのはホームセンターの中を結構うろつくことが多くて、これだったりとかもそうなんですけど、他ではなかなか見ないようなものが置いてたりするので、そういうのをよくチェックするようにしてますね。あと安いですよね。そうですね。で自分で作れるっていうのもあって、やっぱりそういうのがすごく楽しいなということで、よくホームセンター行ったりはしますね。わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に矢野さんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。ツイッターとインスタグラムをやっているので、よかったら見に来ていただければなと思います。はい、主に発信はどのような発信をされていますか？そうですね、自宅のインテリアの写真を上げていることが主で、あとたまにこういうものがどこで買えるよとか、そういう話をしたりしてます。はいはいはい。というわけでじゃあ気になる方はぜひ与野さんのインスタグラムとツイッターチェックしていただければなと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは与野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。